シェイです。今回はちょっといつもと違う感じの動画なのですが、羽田からフランクフルト便に乗ったはずが急病人発生。なんと途中で夜中の羽田に引き返し、地獄の一夜を過ごすことに。またそして待つの。しかしなぜかその後、こんな天国展開に。そんな一部始終をお届けします。今回はカンヌに向かいます。フランスのカンヌですね。映画祭で有名な場所なんですけど、広告祭っていうのもあってですね、その広告祭に、行くと。正確にはカンヌライオンズ広告コミュニケーションの国際フェスティバルでは世界最大です。登録料に70万以上もかかるイベントで、今回私は自腹で参加することにしたのでした。仕事ですね。ちょっと久しぶりのヨーロッパなんでドキドキしてますね。ものすごく遠いですね。国際線の乗り場が一番端っこでした。実は今回プレミアムエコノミーですね行くんですけど、本ちゃんアップグレード狙ってたんですけど、今のところちょっと難しそうだっていう感じですね。やはりね、昔コロナ前に行った時はビジネスで行ったんですけど、今回もちょっと高すぎて、片道80万ぐらいするんですよね。ちょっと贅沢すぎるかなと思ってプレエコにしてアップグレード狙ってたんですけど、申し込んだ時点で20人待ちと言われ、ダメ元で聞いてみたんですけど、やっぱり今のところまだダメだと、のことです。もうプレエコで行くか。ちなみにこの時期、プレミアムエコノミーでも往復67万円ほど、エコノミーでも56万円ほどの運賃がかかりました。ロシア問題、円安に加え、パリオリンピックも影響していたかもしれません。ちょっとね、もうやってないかと思って焦りましたけど。10ではお預かりいたします。少々お待ちください。ご用意いたします。ユーロが175円ですね。175.43 で、アナの、ラウンジに来ました。広いですね。焼きそば、たこ焼き、炭水化物ばっかりかな。炭水化物じゃないものがあった。トウモロコシ、もうちょっとビールね、一番搾るといただきます。ちょっと自分に打ち勝って焼きそばを取らずに来ましたが、ビールは取ってきた。ビールはいいだろう。じゃあちょっとお疲れ様です。羽田国際ラウンジの唐揚げ美味しいんですよね。割とあっという間に時間来てしまいました。ということでやっと、登場しました。席に着いたんですけど、プレミアムエコノミーのシート意外と、快適ですね。席が広いのと、足元、私のたくさん詰め込んだリュックがやっと前の座席の人の下に入る感じなんですけど、フットレストがあったり、隣の人との間にだいぶ太い仕切りがあります。なんか出せたり、置けるようになっていたりとかですね。多分テーブルがから出てくる。スリッパもついていて、ノイズキャンセルのヘッドホンついてます。で、何気にここに、ポケットがあるので、いろいろ置いたりできそう。今回窓際の席にしたんで、
かかって眠れるっていうのもいいですね。トイレに行きづらいって問題があるんですけど、窓際がいいか通路側がいいか永遠の課題ですね。動き出しました。行ってきます。ちなみにロシア迂回ルートでフランクフルトまで15時間ちょっと、そこからニースまで1時間半、さらにニースからカンヌまで電車か車で30キロほど移動という長い旅です。軽食が配られました。今10時27分です。搭乗して1時間ぐらいですかね。本当に今菓子パンみたいな水あった水出ましたね。水はいくらこっちで食べておいてよかったな。糖質ばっか、糖質オール糖質でしたね。本当だ、キビに持ってきた。そんな時、何かアナウンスが。今11時50分ぐらいなんですけど、機内アナウンスが流れまして、どうもなんか急病の方がいらして、どこかにいるのか東京に戻るのかみたいなことを、貴重なアナウンスが言ってました。ちょっとね、最初ドラマを見てたせいで聞き逃してしまって、どこに、降りるのかがわからないんですけど、東京に戻るって言ってた気がしますね。これは参りました。いや、折り返してますよね。こんなことあります？すでに3時間ぐらいプレエコに乗ってかなり疲れていました。急病人の方の無事を祈りつつも途方に暮れてしまいました。QR コードから連絡先を入れるようにアナウンスされました。再搭乗の連絡用らしいです。当便、本社と何度も今後の対応について、調整をいたしましたが、現在、まだ調整中とのことで最新の情報はこれ以上ございません。大変申し訳ありませんが、これからの最新の情報は着陸後、地上係員が、ご案内いたしますので、到着までお待ちください。Dear passengers, this is your captain speaking again. We began our descent and we try to coordinate what will be your new flight or the next flight with a ground stop. However, we are still under coordinations, so all those latest information will be given. 戻ってきちゃいました。4時間かけて往復しただけ。羽田空港での宿泊や飲食費にかかる費用に関してご案内申し上げます。飲食費といたしまして、ビジネスクラスご利用のお客様には1万5000円、プレミアムエコノミークラスをご利用のお客様は1万円を後期後すぐにお渡しいたしますので、お手元に人数分の搭乗券をご準備ください。ホテル宿泊に関しまして、バウチャーは到着ロビーにてお配りいたしますので、お受け取りください。飛行機を降りたんですけど、ずーっと行列で出られないです。多分食事代を今配られるっていうことだったんで、それで行列になってるものと思います。ビジネスクラスは1万5000円。こんな時もビジネスが優先です。当然ですけれども、
庶民はつらい。平民、平行はやっぱりプレミアムと言いつつもエコノミーはエコノミーで、なんで平民のいい方みたいな。カンヌライオンズは翌日の朝からかなり焦っていました。税関構内で確認させていただきます。こちらで今現在、進んでいただいて、荷物は預けてないですけど、そっち行った方がいいですか？すべてそちらでお願いいたします。その後はどうすればいいんですか？その後係員が対応させていただきますので、まずは到着構内をお進みください。もうですね、2時、朝の2時になってます。羽田に飛行機が戻ってきて、食事代の1万円をもらう列がすごいやたらまって、それで今この時間になったって感じですね。出国のスタンプもらったんですけど、その出国のスタンプに出国中止のスタンプを押されたっていう、ある意味レアなスタンプをもらいましたね。荷物を待ってます。ちょっとね、あまりにも荷物出てこないんで、ベンチに座ってます。なんでこんな出てこないのって、もう普段と違うんでしょうね。やっぱりスーパーフライヤーズ会員だから、ちょっと早めに出てくるんですよ、いつもなら。ポジティブに考えると、ここで悪い運を使ってなんか他にいいことあるのかなとか、ちょっと寝不足になっておいた方が時差ボケにならないで済むかなみたいな、で割と面白い体験できてるなとかね、ちょっとポジティブ。1日遅れることになりました。明日の10時台のフライトに変更になって、今日はなんかホテルに泊まるということですね。マジか。1日遅れちゃうけど。しかし地獄はここで終わらず、今度はホテルに宿泊するための行列です。すごい時間かかって、今ね3時半ですね。やっとホテルに来れました。どうしても早く行きたいのは、明日の7時以降に空港に行けば、もし空きがあれば乗せてもらえるみたいなことらしいんですけど、いやーきついわこれ。またそして待つの。そうです、また待つんですね。また待つのかよ。ちょっとだんだんね悲しくなってきてしまいました。大変なのとかはいいんだけど、やっぱ6日しか行けないイベント、しかもカンヌ広告祭っていうイベントで1日行けない。せっかくいろいろ調整して金沢から早く帰ってきてまで昨日の夜発の便を取ったのに、結局丸1日遅れるって、ちょっともう悲しみしかありません。ルームツアーとかやってる場合じゃないけど、いいお部屋ですね。ちょっともう疲れちゃった。トイレ、お風呂ある。ちょっと湯船とかに浸からないとやってらんない感じですね。そんな感じで長い一日は終了。次の日の朝です。今11時ぐらいですね。本当は7時に行って交渉しようかと思ってたんですけど、ちょっとね、昨日4時なんで終わったのが。その前の金沢の疲れもあり、起きたら10時近くでしたね。
まあちょっとここでチェックアウトして、でこの先カウンター行ったらどうなるか。でもこのホテル自体はとてもいいホテルでしたね。羽田空港に直結しているので、空港遠い人とか朝早い便の人とかは泊まるホテルなんですかね。カウンターに来てみたんですけど、ちょっとお待ちくださいって言われて、そうこうしてるうちに私の周りにもどんどん同じ状況の人が集まってきてる。チェックインが今中断しているということで、集まってきた人たち1500円のランチ券みたいに配られて、3時にもう1回来てくださいって解散になったんですけど、ちょっと私はそのフランクフルト便がデータ上出てないのと、フランクフルトから先の、フライトをもうちょっと早くできないかって交渉があったので、今カウンターに待たされている状態です。今回のフライトはフランクフルトに着いた後、なんとトランジットに 5.5 時間かかるというもの。到着が当初の予定より1日半以上遅れてしまうので、ここを早められないか粘っていました。しかもこの時は出発時間がデータ上出ていなくて、9時だとか10時だとか情報が錯綜していました。やっぱみんな起きてくる時間同じぐらいだった。列が5、6人だったのが10人ぐらいになってます。私トップだったっていう笑い。1日経つと諦めの気持ちにはなってきましたね。やっぱ一晩寝ると気持ちがちょっと落ち着くというか、ちゃんとしたホテルをあてがっていただいたのもあるんですかね。今やっと係の人が来てくださって、まずはフランクフルトからの乗り継ぎ便を確認すると、フランクフルトがやってることなんでなくなっちゃう可能性があるとってことなんで、ちょっと今やってもらってます。結局散々待たされた挙句、その便しか乗れないっていうことでしたね。なんなのこれ。もうこれはね、一回帰るしかないかな。はい、気を取り直してですね、再び羽田空港第2ターミナルにやってきました。いろいろ各方面ごねたんですけど、カウンターでごね、スーパーグライダーズに電話して30分ぐらい、待たされつつ、電話して相談してとかやったんですけど、やっぱり1日半ぐらい損失するっていうことになってしまいました。でもちょっと、寝たり休んだり、お風呂入ったりしたんで、気持ちは前向きになっております。フライト的には7時半過ぎに着いていればよかったのですが、ちょっと不安だったので5時頃羽田に着きました。その不安が的中しました。ちょっとトラブルみたいのが発生してます。結局チケット取れてない感じが、ざわつきがカウンターで。なんとですね、ターミナルが今回はターミナル3だということでした。私が便を問い合わせた時にターミナルのことも言ってほしかったなって。よく見たらさらっとターミナル変更のメールが入っていました。こういう時はこまめにメールチェックしないといけないんですね。来ておいてよかったっていうことですかね。はい、第3ターミナルにやってきました。やっぱりね、飛行機ってやっぱこういう乗り物だから、こういうトラブルがつきものの乗り物なので、やっぱ遠くに行くときは早めに行かなきゃいけなかったなって、1日前に着くとか2日前に着くとか、そういうふうに余裕を持っていくべきだなって本当に、思いましたね。なんとですね、ビジネスクラスにアップグレードされました。ちょっと今チェックインというか荷物預かりも
機械でできますよって言われたんだけど、一応最後もう一粘りしてみようと思ってカウンターで荷物預けつつ、アップグレードどうなってますかねって聞いてみたら、ちょっといろいろと時間をかけて、お姉さんがやってくださってですね、なんかちょっとでそのお姉さんがわざわざ担当者に問い合わせてくれて、多分そのおかげもあって見事アップグレードされました。嬉しい。急に20人待ちと言われて絶望的だったアップグレードが叶い、一気に気持ちが晴れました。はい、ラウンジに来たんですけれども、そしてすごく美味しそうなカレーの香りがしてるんですけれども、ビジネスになってしまったんでね、食事が出ると、これはこれでしたね。ご飯盛り付けロボットというのを、うわ本当に少量いろいろあったのに結局こんな食べるんかいって感じですけど、はい、なんかね飛行機でねなかなか最初出てこないんですよ。でちょっと最初の出てこない時間にお腹すくかなっていうんでちょっとだけ食べちゃいます。はい、搭乗口にやってまいりました。飛行機がありますね。というわけで、ビジネスクラスの席です。ここはね、すごい足元も広くて、もうでかいリュックもですねあって入ってしまうっていうね、いろいろ。これはあれですね、寝るときに敷くやつで、枕、ブランケット、アメニティです。ポーチかわいいですね。なんか、これはなんかエコバッグかな。そういうちょっといいかも、使えるかも。ウェルカムシャンパンをいただいてですね、今知り合いが近くにいて、シャンパン飲みながら立ち話したので結構減っちゃったんですけど、今近くに座ってた知り合いも、プレエコからビジネスにアップグレードされたそうです。でやっぱりちょっとビジネスクラス人がいないっぽいですね。ビジネスの人は他の便に振り替えてもらったりとか、そういう人たちが多かったのかもしれないですね。この時点ですでにね、フルフラットにしなくても足が伸ばせるっていうだけでも天国ですね。天国。離陸しますね。やっぱりプレミアムプレエコに1回乗ったからこそ味わえる天国というか、最初からこれだと前もちょっと前にジップのフルフラットシートのやつを乗ってるんで、なんかあまり喜びがなかったかもしれないですけど、何で入れるんだろう。なんか結構深い。しかしパソコン、これ便利。なんか忘れそうだけどきますね。なるほど。完全にフルフラット状態です。なるほどね。ここでした。食事ですね。もうだんだんちょっとカレー食べたけどなんか空いてきました。今11時。ちょうどやっぱり1時間後くらいですね、食事は。
冷たい前菜ですね。だってです。これは白だと生ハム。これが赤でも出るか。ドーナツような赤ワインですね。シラーと巨大しイベントです。ステーキはまあまあでね。2回焼いたものを加熱し直すっていうことの限界っていう。あんまトーストを取りたくないんですけど、バターが美味しそうなんで、ちょっとだけ食べてみます。どうしてバターもパンもとっても美味しいです。ハーブティーを頼みました。美味しい。2時頃、めちゃくちゃ喉が渇いて起きてしまいましたが、CA さんがタイミングよくボトルの水を2つ持ってきてくれました。一風堂のプラントベースラーメン。プラントベース、野菜ベースってことですかね。と、ほうじ茶です。4時半ぐらいです、日本時間で。フランクフルトで、午後の9時27分。お腹空いてないんですけど、でも今食べないと朝ごはんが来ちゃうと食べれなくなって頼めなくなっちゃうので、うどんの麺ですね。ニンニクシーラー美味しそう。美味しいですね。とても美味しい。とっても濃厚でだけどあっさりした美味しさですね。辛味噌だった。辛味噌。海苔もついてますね。今ね、日本時間で9時15分。現地時間、フランクフルト時間で2時15分。あと3時間ほどのフライトになったところなんですけど、今ね、このスマートフォンでですね、シートのこの隙間に落としてしまって、ないってなって、席を何度か一人でね、誰も呼ばず席をグイーンって上げて、こうやって取ったんですけど、この紐つけてたから取れたっていう感じだったんですけど、いや危なかった。前も私シカゴでもね同じことやったことあって、シカゴ便の時降りる時に携帯がないってなって、最後まで待って、お客さん全部降りるの待って、でこの椅子の下にあると思うんでって言って探してもらったけどなくって、それでもし見つかったら教えてくれみたいな感じで言って、シカゴでiPhone を探すってやつで調べたら、もうなんかやっぱり成田の方に出たから、絶対飛行機乗ってたんだなっていう感じの動き方をしたわけですよ。それで、現地ではその2台目の携帯なしで過ごして、でシカゴから帰る日に、シカゴの空港行ったら ANA カウンターに携帯が届いてたっていうことがありました。モグルフラットの注意点ですね。これはビジネスに限ったことじゃないんですけど、なんかちっちゃい明るいバッグを、かけておくとですね、なんか普通に持つバッグとは別に、例えば歯ブラシとかですね、なんかいちいちトイレ行くときにブラシないどこに入れたっけとかやらなくてよかったらですね、そういうリップとかですね、歯間ブラシ何気にないと気が狂いそうになりますよね。タオルとかね、いくつか入れる場所があると、ここに例えばずっと身につけてるけど寝るときは外したい時計とか、あんまりその辺に置いとくとやっぱ落としちゃったりするじゃないですか。けどこういうのがあるとポンって入れておけばいいし、ちっちゃいイヤホンとかね、
っちゃいイヤホンずっとしてるわけにいかないんで、その場合は録音する時のマイクとかもいつもずっとつけてると不安なんで、使わない時はここにポンって入れとくとかねっていうのにすごく便利です。朝ごはんが来ました。朝ごはんは食にしてきたんですけど、牛肉と卵と豆腐だそうです。ご飯ですね。味噌汁が飲みたかったんです。いただきます。食後のコーヒーです。午前4時44分。現地時間でですね、午前4時44分。はい、あと30分ほどでフランクフルトに着くんですけれども、すごい、快適な旅でしたね。こんなおもてなししてくれたら、それとまあ英語が話だったらこっちがここで値段はしょうがないのかなって感じがしましたね。まあただ高いけど、やっぱり気温が高いけど、すごく幸せでした。これからも私は ANA に乗ってこうやってたまにアップグレードされる夫婦に頑張りたいと思います。はい。ちなみにこの後、私はフランクフルトで5時間のトランジットでしたが、私と同じ飛行機に乗っていた知り合いは一つ前のニース便に乗ることができたのです。乗り換え時間が少ないのでダメだと言われたらしいですが、そのリスクを承知で乗せてくれとお願いしたとか。そんな交渉の仕方あったんですね。ハムです。